おはようございます。ミントです。リナです。8月18日火曜日、海外テックニュースです。今朝は4本です。トップは、AI コードエディタのカーソルがコードの置き場所そのものの提供を自前で始めたというニュースです。今朝は、カーソルの新サービス、AI の審査をすり抜けた脆弱性、気象本の追跡調査、クロードの透かしをめぐる反応です。順にお伝えします。AI コードエディタを開発するカーソルが17日、かねて予告していた新サービス、オリジンの提供を始めました。公式の更新履歴によると、オリジンはコードの置き場所を自社で預かるサービスです。コードの保管庫にあたるリポジトリ、変更を審査するプルリクエスト、コードの閲覧をまとめて提供します。対象は有料プランの利用者で、早期ベータの位置づけです。コードの置き場所は、今は多くの開発者が GitHub に置いていますよね。なぜ、わざわざ自前で持とうとするのでしょうか？カーソルは、AI エージェントがコードを書き、直す流れを製品の中心にしています。公式は、コードも、プルリクエストも、エージェントも同じ場所に、と説明しています。エージェントの作業場と、コードの置き場、審査を一体にする狙いです。ただし、GitHub と縁を切る設計ではありません。既存の GitHub リポジトリも取り込んで並べられ、プルリクエストのやり取りは双方向で反映されます。GitHub で始めたリポジトリは、引き続き GitHub 側が資本です。そして同じ17日、その GitHub で大規模な障害が起きました。公式ステータスによると、日本時間の夜10時40分頃に始まり、今朝5時45分の最終更新でも一部の調査が続いていました。一時はサイトと API の約2割、リポジトリの一括ダウンロードでは約5割がエラーになったとしています。この障害はカーソルにも波及し、提供が始まったばかりのオリジンも一時影響を受けました。カーソルのステータスページは、原因を上流の GitHub の障害と説明しています。ベータ後の料金などの詳細と GitHub 障害の根本原因はまだ公表されていません。セキュリティ企業の Wiz が17日、認可を得て実施した調査の結果を公表しました。対象はデータ基盤大手スノーフレークが公開している開発リポジトリです。Wiz によると、6月18日に取り込まれた修正で、入力を安全に扱う処理が置き換わりました。結果として、外部から命令を注入できる重大な脆弱性が生まれたとしています。この変更には、GitHub の AI 機能、コパイロット、オートフィックスが共同作成者として記録されていました。Wiz は後に AI の役割を今整理しています。コパイロットはこの変更を審査して問題なしと判定し、重大な脆弱性を見逃したというものです。変更そのものを AI が書いたかどうかは分かっていないとしています。そして5日後、この脆弱性を見つけたのは AI でした。Wiz の自立型セキュリティ調査 AI、レッドエージェントです。レッドエージェントは脆弱性を特定し、社内の課題管理システムの認証情報に到達できることを実証しました。本物の会社のシステムで試して問題にはならないんですか？はい、そこが大事な点です。一連の調査は、スノーフレークがハッカー1上で運営する脆弱性開示プログラムを通じた、認可された調査です。第三者による攻撃が起きた、という話ではありません。スノーフレークは報告を受けた6月23日の当日中に修正を終えました。認証情報も無効化され、監査では、期間中の該当アクセスは Wiz の検証によるものだけと確認されたとしています。Wiz のブログに掲載された声明で、スノーフレークは、不正アクセスの証拠は見つからなかった、としています。AI の審査を通った脆弱性を別の AI が見つける時代なんですね。Wiz は AI コーディングの流れの中ではこうした見落としが起きうると指摘しています。今回の開示に対する GitHub 側の公式なコメントは現時点で確認できていません。AI による自動修正をどう点検するかが開発現場の課題として残ります。米国の独立系メディア404メディアが17日、追跡用のタグを入れた本が Amazon の施設に着いたという調査報道を出しました。報道によると、ある書籍販売業者が流通部数の少ないいわゆる希少本を含む約1000冊のまとめ買い注文を受けました。404メディアは業者の協力を得て、その中の一冊に Apple の追跡タグエアタグを入れました。追跡の結果、本はラスベガスにある Amazon の施設に運ばれたということです。同メディアの取材に対し、この施設の従業員は、本の背表紙を切り離してスキャンしていると証言しています。スキャンした後の本はどうなるんですか？ 404 メディアは、従業員らの証言をもとに、スキャン後は廃棄されていると見ています。目的は AI の学習用データの確保だろう、というのも同メディアの見立てです。ただし、廃棄と学習目的のどちらも、Amazon 自身が認めた事実ではありません。Amazon は取材に対し、一般的な声明のみを出しています。商業ルートで書籍を購入し、製品やサービスの開発、改善に役立てているという内容です。
回帰や AI 学習といった個別の点は確認も否定もしていません。AI 各社が学習データをどう集めるかは引き続き注目される論点です。最後は当番組でもお伝えしたクロードの文章の透かしをめぐる続報です。経済メディアのビジネスインサイダーが透かしを理由に解約したという利用者の証言を報じました。ビジネスインサイダーは解約したという複数の利用者を実名で取材しています。X には解約を報告する投稿が数十件あるとしていますが、その規模や真偽までは検証されていません。解約した開発者は、客先に収めるコードに AI の関与を示す痕跡が残り得ることへの懸念を挙げています。会社側は何と言っているんですか？アンソロピックは記事への回答で、発表以降、解約が増える傾向は見られていないとしています。個別の解約は実名で確認されている一方、全体として増えているかどうかはまだわかりません。この透かしはアンソロピックが今月発表したもので、今後のモデルに標準で入り、既存モデルにも順次広がる計画です。導入の狙いは、AI 生成コンテンツの透明性を求める EU の行動規範への対応だと同社は説明しています。公式ヘルプによると、透かしは文章をコピーして貼り付けた後も残る場合があります。一方で、アンソロピックは解約の件数や割合を開示していません。透かしの仕組みそのものは8月16日の回で詳しく解説しています。今朝は AI をめぐる発表とその確かめ方の話をお伝えしました。確認できた事実とそれぞれの言い分を分けて聞くのが良さそうですね。続報は追ってお伝えします。お相手はミナとミントでした。火曜日、今日もいい一日を。